こんにちは。今日は見逃し注意。おじさん好きな女性が出すサイン4選をご紹介します。一時期、彼氏より年上が好きという女性たちが話題になったように、若い女性の中には自分より年上の男性に魅力を感じる人が少なからずいるんです。でも、そういう女性って直接、年上の人が好きなんです。とは言いにくいもの。でもご安心を。おじさん好きな女性は、無意識のうちに特徴的な行動や反応を示すことが多いんです。今日はそんなおじさん好き女性が出す4つのサインについて詳しくお話しします。もしかしたら、あなたの周りにもこんな女性がいるかも。この動画を見れば、今まで気づかなかったサインに気づけるかもしれませんよ。そして最後には、サインに気づいた後の大切な注意点もお伝えします。職場での関係や勘違いによるトラブルを避けるために、ぜひ最後まで見てくださいね。それでは早速見ていきましょう。サイン1、あなたにだけ甘え上手になっちゃう。おじさん好きな女性の最大の特徴は、年上の男性に対して思いっきり甘えちゃうところ。普段はしっかり者なのに、年上の男性の前だとなぜかできない自分をアピールしちゃうんです。こんな行動、見たことありませんか？これ、わからないんです。と簡単なことでも質問してくる。これ、開けられなくて、と困った表情でヘルプを求める。〇〇さんじゃないと教えてもらえないので、と特別感を演出。重い荷物があると重いです。と言いながらも持とうとする。持ってもらいたいアピール。例えば会社のコピー機。同僚には聞かずに、わざわざあなたに、これってどうやって両面コピーするんですか？なんて聞いてきたり、実はこれ、質問というより会話のきっかけ作りかもしれないんですよ。また、あなたと話す時だけ声のトーンが上がったり、表情がキラキラしたり、仕草が女の子っぽくなったりするのも見逃せないサイン。同年代の男性にはビジネスライクなのに、あなたの前だけ別人みたいになる子は要チェックです。サイン2、あなたとの会話に超積極的。おじさん好きな女性は、年上男性との会話を特別に大切にします。なぜなら、同年代とは違う話題や視点に興味津々だから、あなたとの会話を通して、新しい世界を知りたいと思っているんです。こんな会話パターンがあったら要注目。あなたの話を目をキラキラさせて聞いてくる。あなたの冗談に大げさなくらい笑ってくれる。あ、そういえば。と積極的に話題を振ってくる。〇〇さんはどう思いますか？とよく意見を求めてくる。あなたの趣味や好みを覚えていて話題にしてくる。例えば、会議後に他の人が席を立った後も、彼女だけが残って、さっきの件について、もう少し詳しく聞いてもいいですか？なんて言ってきたり、または休憩時間に、この前おすすめされた本、読んでみました。って報告してきたり、特に、〇〇さんの若い頃はどんな感じだったんですか？昔の話聞かせてください。といった質問は典型的。これは単なる世代間交流じゃなくて、あなたへの特別な関心の表れなんです。サイン3、あなたとの時間を自然と長くしようとする。おじさん好きな女性は、あなたとの時間をなるべく長く過ごそうとします。これは恋愛の基本中の基本。好きな人との時間は少しでも多く確保したいもの。さりげなく接点を増やそうとする姿がとっても可愛いんですよね。こんな行動があったらラッキー。この資料について教えてくださいと就業後も時間を作ろうとする。お昼どこで食べるんですか？と自然な流れでランチに誘う。エレベーターやコーヒーマシンであなたを見かけると、あ、〇〇さんと声をかける。あなたの行き先を聞くと、私もその方向です。と同じ道を歩こうとする。飲み会では自然とあなたの近くの席を確保しようとする。例えば、この書類、今お持ちしてもいいですか？とわざわざデスクまで来たり、大勢でいる状況から、〇〇さん、
ちょっと相談があるんですが、と二人きりの状況に持ち込もうとしたり、特に注目なのは、必要以上に頻繁に連絡してくること。LINE やメールで、これってどうしたらいいですか？ちょっと聞きたいことがあるんですが、と、ビジネス以上プライベート未満の連絡を取ってくる女性は間違いなくあなたに興味ありですよ。サイン4、あなたの反応や評価をすごく気にする。おじさん好きな女性は、年上男性からの評価や反応にとても敏感。あなたの目に自分がどう映っているか、常に意識しているんです。だから、あなたの好みや思考に自然と合わせようとする傾向があるんですよ。こんな反応を見せたらほぼ確実。あなたが見ていると髪や服を直す仕草が増える。あなたの前では特に丁寧な言葉遣いや礼儀正しさを心がける。あなたの好みに合わせた話題や服装を選ぶようになる。あなたの意見に、さすがですね。すごい。とオーバーリアクション。〇〇さんから見て、私ってどう思われてますか？と評価を気にする。例えば、あなたがこの店のコーヒーいいねと言うと、次の日、行ってみました。と報告してきたり、あなたがこの作家の本が好きと言うと、その本を読んで感想を言ってきたり、これってあなたとの共通点を増やそうとしてるサインなんです。また、あなたが近づくと姿勢を正したり、表情が明るくなったり、声のトーンが変わったりするのも見逃せません。特に、〇〇さんみたいな男性と付き合いたい。〇〇さんの奥さん羨ましいです。なんて発言は、もうほぼ確実に脈ありですよ。あなたにもできるアプローチ法。さて、こんなサインに気づいたら、どうすればいいんでしょうか？急に態度を変えると相手を不安にさせるので、まずは自然体で接してみてください。例えば、今度ゆっくり話せる時間があれば、もう少し詳しく教えますよ、と提案してみる。または、この話は長くなりそうだから、お昼にでも、と自然に食事に誘ってみる。このように、相手の行為に少しずつ応えていくのがベストです。ただし、職場など立場の差がある関係では、相手の気持ちを尊重することを忘れないでくださいね。押し付けがましい態度は、せっかくの行為も一気に冷めさせてしまいますから。いかがでしたか？今日はおじさん好きな女性が出す4つのサインをご紹介しました。あなたにだけ甘え上手になっちゃう。あなたとの会話に超積極的。あなたとの時間を自然と長くしようとする。あなたの反応や評価をすごく気にする。これらのサインは女性が意識的に出しているとは限りません。むしろ多くは無意識の行動なんです。だからこそ真実の気持ちが現れていると言えるかも。ただ、ここで一つ重要な注意点があります。サインがあったからといって必ずしも脈ありとは限らないんです。特に職場など立場に差がある関係では、単なる礼儀や敬意が行為と勘違いされることも少なくありません。誤解による不快な思いやセクハラ、パワハラと受け取られるようなことは絶対に避けたいですよね。サインに気づいても、相手の立場や状況をしっかり考慮し、相手の気持ちを第一に考えた行動を心がけてください。年齢差があっても、お互いを尊重し合える関係は十分に成り立ちます。若い女性があなたに見せる特別な態度に気づき、適切に応えることで素敵な関係が始まるかもしれませんよ。でも焦らず、相手のペースを大切にすることが一番大事です。この動画が皆さんのお役に立てば嬉しいです。いいねとチャンネル登録、よかったらお願いします。コメント欄にも感想待ってます。それでは、次回の動画でお会いしましょう。またのお越しをお待ちしております。